おはようございます。ケンです。今日はちょっとした企画をお届けします。シリーズの名前としては、テスラのある暮らし、テスラの周りにある暮らしそのもののお話をしていきたいなと思います。そして今回ですけれども、電気についてお話をしていきます。僕の家では、去年の春に 6kW の N 型太陽光パネルと、テスラの家庭用蓄電池であるパワーウォール2を設置しました。あれから1年以上が経ちましたので、今日は電気をどこまで自給できたのか、これをテスラのアプリに残っている実測のデータでお見せしていきたいと思います。太陽光や蓄電池を検討している方はもちろん、電気代が気になるという方にも参考になる話ができればいいんではないかなって思います。ではまず我が家の家の仕組みを簡単に説明をしておきます。設備は3つです。6kW の N 型太陽光パネル、テスラの家庭用蓄電池であるパワーウォール2、そして車を充電するウォールコネクター。流れとしては、まず発電した電気、これを家の中で使います。それでも余った電気はパワーウォールに貯めていきます。そして足りない分だけ電力会社から買う。この形です。テスラのアプリを開くと、今どれだけ発電していて、家でどれだけ使っていて、蓄電池がどれくらい溜まっているのか、これがリアルタイムで全部見ることができます。これが面白くて僕は結構見ていたりするんですけれども、今日お見せするのはそのアプリに1年以上溜まった実際の記録です。では1年目の結果、ここから見ていきたいと思います。2025年の4月に設置したんですけれども、4月から12月までの9ヶ月間で自宅で使った電気は合計 9.4MWh です。キロワットアワーに直すと 9400kWh となります。その内訳を見ていきたいと思いますけれども、太陽光から直接使った分が 29%、パワーウォールから使った分が 24%、この2つを足すと 53% になります。つまり家で使った電気の半分以上を自分の家で賄えたという計算になります。電力会社から買ったのは残りの 47% でした。正直初めてこの数字を見たときは思ったよりもいけるんだなっていうふうに僕は思ったんですけれども、もしかしたら人によってはたったの半分かと思うかもしれません。このあたりの感覚に関しては人によって受け取る感じは違うと思いますけれども、僕としては半分ぐらいは賄えたっていうのはね、いい結果だなと思いました。ただこの 53% っていう数字にはちょっとしたからくりがありますので、次にねお話をしていきたいと思います。こちらが今年の2026年の1月から7月までのデータです。自宅で使った電気は 9.7MWh です。内訳は太陽光が 20%、パワーウォールが 20% で、自給率は合わせて 40%、電力会社から買うのが 60% でした。1年目はトータルで 53% だったので、13ポイント今は下がっています。実はここが今日一番お伝えしたいポイントです。1年目のデータは設置した4月からのものでした。つまり冬が丸ごと入っていなかったんです。今年は1月、2月、3月という日が短くて寒い時期を含んでいます。しかも使用量を見てください。今年は7ヶ月ですでに 9.7MWh と去年の9月分を超えています。冬は日照が少ないのに暖房で電気をたくさん使う、この二重の効果で自給率は下がります。冬を含めて初めて見えた実力っていうのがこの 40% だったというわけになります。ちなみに我が家なんですけれども、クーラーが全部で4台あります。そしてこの4台なんですけれども、子供たちも自分の部屋で使ったりするので、ほとんど4部屋で稼働しているっていう現状があります。また子供たちが学校に行く時とかにつけっぱなしで行ったりするっていうことも結構あったりするので、無駄なクーラーの稼働っていうのもあったりするんですね。それが現状です。それを踏まえて 40% です。また我が家はペットがいますので、基本的にリビングは夏も冬もエアコンっていうのが24時間稼働している状態というのもあります。なのでこの電気の使い方っていうことに関しては家庭状況などもいろいろと変わりますので、その点も踏まえると我が家は今のところ 40% っていうのは人によっては少ないと思うかもしれませんが、
やはり電気量としては今年は7ヶ月ですでに 9.7 メガワットアワー使っていて、6キロワットの太陽光パネルが乗っているっていう点も踏まえて考えてもらったらいいんじゃないかなと思います。僕としては約半分ぐらいは賄えているっていうのは結構いいんじゃないかなと個人的には思いますけれども、このあたりやはり捉え方はね、いろいろあるんじゃないかなと思います。そしてここで意外に思われるかもしれない数字をお見せしておきます。パワーウォールに貯めた電気がどこから来たのかという内訳です。2025年で見ると太陽光からが 33% で、電力会社からが 67% でした。蓄電池を入れているのに電気を買っているのって思われるかもしれません。でもこれは実は意図としてはそうしているんです。我が家は九州電力なんですけれども、深夜の電気の単価が安く設定されているんです。ですのでパワーウォールが深夜に自動で電気を買って貯めておくように設定しています。この設定はパワーウォール側がそうした方が効率がいいですよというような感じで勝手に設定をしてそのようにしています。そして昼間は太陽光で発電した電気を家で使ってパワーウォールが 100% まで満タンになったら余った分は売電に回す。つまり安い時間に貯めて高い時間に使う。蓄電池は太陽光を貯めるだけの箱ではなくって電気を安く買う時間をずらす道具でもあるんです。ちなみに貯めた電気が 2824kWh に対して実際に使えたのが 2492kWh、 1割ちょっとは出し入れのロスとして消えています。ここも正直な数字としてお伝えしておきます。なので実際のところ 40% ぐらいが自分の家で作ったものですけれども、それにプラスで売電もしているっていうのがあります。そしてここで正直にお伝えしておきたいことがあります。このアプリの記録では車の充電に使った電気が 217.5kWh、 全体の 8% となっています。ただこれは実態を表してはいません。というのもウォールコネクターがインターネットにうまくつながらないまましばらく放置してしまっていて、車に充電した分がきちんと計測できていないんです。なので家の電気の中の一部が車の方にも行っているということになりますけれども、実際にはこれよりかなり多くの充電をしていると思います。都合の悪い数字もそのままお見せする方がいいと思いましたので、あえて触れておきました。これは僕の設備の不備ですので、近いうちに直して正確に測れるようにしていきたいと思います。その上で改めてテスラの充電にいくらかかっているのかっていうのもまたお伝えできたらいいんではないかなと思います。そしてここまでを踏まえて、これから太陽光や蓄電池を検討している方に僕から伝えたいことが一つあります。それは数字は季節を一回りさせてから見てほしいということです。春や夏だけのデータで見れば自給率は当然よく見えます。日も長いですし暖房も使えません。でも本当に知りたいのは冬を含めた1年を通した数字のはずです。我が家の場合それが 53% ではなく現状では今 40% でした。そしてもう一つは蓄電池は太陽光を貯めるだけの箱ではないということです。先ほどもお話ししたように安い時間に電気を買って貯めておく、時間をずらす道具でもあるんです。このあたりはご自身の契約プランによって深夜の安い時間帯があるかどうかで蓄電池の価値っていうのも変わってくるんではないかなと思います。はい、ということでここまで自給率のお話をしてきましたけれども、皆さんが一番知りたいのは多分でいくらかかったのっていう数字だったと思います。設置にかかった費用とそれがどれくらいで回収できそうなのか、ここは数字をきちんと整理してまたねお届けしていきたいなと思いますけれども、僕の肌感覚でいくと20年ぐらいで回収するんじゃないかなと思います。この20年っていうことに関してそれはちょっと長すぎるって思うかもしれませんけれども、我が家が設置している N 型の太陽光パネルは保証で35年あります。またパワーウォールはやはりテスラのバッテリーを使っているので BMS がかなり優秀だと思います。それを踏まえると僕の中では勝手なんですけれども 2,30 年は持つんじゃないかなと思いますので、長い目で見た場合にはやはりねいいんではないかなと思います。そして電気代っていう金額だけのことだけじゃなくって、蓄電池を入れることによって何かあった時でも家の電気が守られるっていう心の安心感っていうことに関してはかなりね僕はあります。というのも例えば今夏じゃないですか。この真夏に停電になったらどうしますかっていうところですね。僕はこれを最初に考えたんです。冬の停電は何か起きたりすれば耐えられますけれども、夏の停電はどうしようもないんですね。今って夏がどんどん暑くなっているので、その中で停電とか起きた場合に
本当に体がきつくなるんじゃないかなと思います。そういったことを踏まえると、蓄電池と太陽光さえあれば家の電気ぐらいは使えるので、たとえ真夏に停電が起きても家の中は快適な状態になるっていう心の安心感、これはお金ではね、変えられないと思うんですね。そういったものを踏まえて、やはりね、お金だけではなく、トータルで考えて、僕は導入しているということになります。なので、お金っていうことだけを考えると、そこまで効果はないなっていうふうに感じるかもしれませんけれども、現在、テスラの充電も家で行っていますし、何かあった時の蓄電池っていうことに関しても、やはり心の安心感、家族の安心とか、そういったことを考えると、僕は入れてよかったなと思います。このあたりは本当お金では換算できないところではあるので、そういった面も踏まえて今検討されている方は検討されるといいんじゃないかなと思います。また僕は SI ソーラーさんの方で導入してもらいました。導入する際にもシミュレーションなどの数字、これも実際の他の家庭の数字などを使って教えていただいたので、そういった点も踏まえて僕は納得し入れています。なので実際にいろいろなパターンのシミュレーションっていうのをしてから導入するかどうかっていうのもね、決めてもらったらいいんではないかなと思います。また SI ソーラーさんと一緒に僕の方が SI ソーラーさんの YouTube チャンネルで太陽光のことについてなどの動画もやっていますので、ぜひね、そちらの方の動画もご覧になってもらって、太陽光や蓄電池の勉強をして導入するかどうかっていうのをね、決めてもらったらいいんではないかなと思います。はい、ということで今日はね、少し企画として電気についてお伝えしましたけれども、基本的には僕のこの YouTube ではテスラの情報、スペース X の情報をね、毎日お届けしています。そして今後はですね、こんな感じでテスラのある暮らしっていうのをね、いろいろな視点から見てみたいなと思っていますので、よかったらチャンネル登録をしてもらって、次の動画も見てもらえたら嬉しいなと思います。はい、ということで今日の動画は以上となっております。最後までご視聴していただきありがとうございました。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。はい、では最後に追伸です。今日の電気の話ともつながってくるんですけれども、輻射熱の装置を使ったエコウィンっていう装置があります。この体感会を今やろうとしてますけれども、明日7月22日水曜日午前10時から12時、エコファクトリーの東京支社で開催します。ぜひ家の電気代をどうにかしたいとか、オフィスの電気代をどうにかしたいとか、そういった悩みを持たれている方は、このエコウィンっていうのはどうでしょうか。先日は姫路の武道館でエコウィンの体感会を行いましたけれども、やはり姫路の武道館もクーラーの交換というのを考えた時に、クーラーをたくさん設置するのと、クーラーの設置を少なくしてエコウィンを入れるのとで、やはりそっちの方がコスパも良かったし、トータルの電気代というのも安くなったので非常に良かったというふうに言われていましたので、やはりそのあたりオフィスの空調なども考えていらっしゃる方、まだ明日急に来れるってなっても OK ですので、もし参加したいと言われる方がいらっしゃったら、概要欄に僕の LINE 入れていますので、そちらの方からエコウィンの体感会に参加したいという旨をね、連絡してもらえればと思います。はい、ということで今日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。